はい、どうもゆうです。今回はですね、新エボの方来てますので、こちらの方紹介していきたいと思います。新エボリューションなんですけど、また前回のフォワードのパターンのミッドフィルダー版が来てます。この感じでいくと来週は多分ディフェンダーになるのかなと思うんですけど、無料で配布されて無料で作るってことで、おすすめ選手見ていけたらなと思います。で、能力上がりとしても、もらった選手からペース7、シュート5、パスが8のドリブルが7、ディフェンスが7のフィジカル7になってます。で、能力としては大胆なパス、容赦なしトラッパープラスの俊足プラ逆足、と、あとは、ジョッキがつくという風になってます。ということでですね、EGSBC で、早速見ていきたいなと思います。はい。前回の時はですね、フォワードの時は、もちろん能力だけ見たら無理してやらなくてもいいですよと言ってたんですけど、実際使われてみたら強いなっていうのと、自分でも使ってて強いなって感じる選手もやっぱいましたので、そういった面で言うと、やってもいいのかなっていうのは正直思いますということで見ていきます。1人目ですね、アルゼンチンの選手になってます。で、この選手でいくと、ペースがもう99でカンストしてて、シュートも96、パス95の、ドリブルは99と。で、フィジカルが89という風になってます。キャムですね。で、ディフェンスはもう72あると。で、テクニカル、ファーストタッチ、俊足プラということで、プレスタも結構優秀で、予測取りか彼は身のこなしというあるので、ドリブルとしてはめちゃくちゃ軽いんじゃないかなと思います。普通にこれは使用感としてはすごい気になる能力はしてるんでありかなと思うんですけど、やっぱスキル4っていうところは多少気になるかなとは思います。はい。ということで次、リシャですね。リシャも前回のとまた異なってですね、これがもう、ハンターにして99、97のベース、パスが89のドリブル96、フィジカルが91となってます。で、俊足とファーストタッチがやっぱつくんで、今回のエボのが結構いいんじゃないかなっていうのは正直思います。はい。前線でのやっぱファーストタッチと俊足プラはありがたいっていうので、でもただスキル4逆足5っていう55にならないっていうのは少しデメリットとしてはあるのかなっていうのは感じますね。そこをどう取るかっていうところになるかなと思います。はい。次ですね、これもキャムとなってて、フィニッシャーとつけた時98、95、93の99の、フィジカルも、87ありますと。で、テクニカ、ファースト俊足プラのトリッカーを持ってて、敵高、容赦なしということで、これも結構良さげに見えますね。ドリブルの使用感もいいんじゃないかなと思います。ただ冷静さとリアクションのちょっと低さ、積極性の低さは気になるので、そういった部分ではちょっと使用感の悪さは出る可能性はあるかなとは思います。ただ今のところで言うと3人とも全然ありかなっていう気はしますね。はい。で、オリーセも結構4-5がいけるんであれば普通にありなように見えます。はい。これちょっとそうですね。前回のでいけば多分5-5アタッカーとかでやれば5-5になるんじゃないかなと思います。マディソンとかでも5-5になってるので、ここに関しては正直好みになってくるかなと思いますね。5-5が欲しければ今回もらった選手を前回のエボでやった方がいいのかなと思うんで、今回のエボに関しては俊足ファーストタッチとフォワード向けになるかなと思うんですけど、スキル5がつかないっていう感じですね。はい。で、マディソンですね。で、これも99、99のパスも97、ドリブル96で、ディフェンスも72あって、で、フィジカルが86と、ちょっと前目にはなりますけど、4-3-2-1とかだと激しい EM になるのかなと思います。で、セッタープラのファーストタッチの速になって、ロブタツも持ってての、セッタープラも非常に助かりますね。あと容赦なしも持ってるんで、マディソンありじゃないかなと思います。これもマディソンも55か、もしくはこちら、ですね。これは好みに合わせて、プレスタも含めてですね、好みに合わせて作成になってくるかなと思うんですけど、マディソン時代ですね、めっちゃ序盤ですけど、SBC 来たやつ使ってて、すごい使用感良かったんで、そういった面で言っても、作成はありかなとは思います。はい。これ無料で作れるって考えたら、すごいいいんじゃないかなとは思うんですけど、で、風見ろですね。これも、シャドウでペース93のシュート86、パス93のドリブル87、ディフェンスは99と
で、フィジカルも96、スタミナ96になるんで、しかも俊足持っててのブロック持ちですね。ただ、中盤にしてはインターセプト予測ないんで、ちょっと物足りなさは出るかなとは正直思います。サイドバックにコンバートとかでもありなのかなと思いますね。俊足持ってますし、サイドバックコンバートかな。ただ、ちょっとやっぱプレスターの物足りなさが感じるかなとは思います。あと、ペースの部分も、サイドバックコンバートした時の部分、物足りなさもあると思うんで、中盤もインターセプト予測ないのは正直気になるかなっていうのを思いますね。あと、パワーシュートとか高精度を持ってるわけじゃないので、強パスを持ってないですし、ちょっと物足りなさ感じるんで、僕はこれは作戦ないかなと思います。はい、次ですね。この選手になりますと。で、シャドウつけてペース90、シュート90、パス95、ドリブル95、ディフェンスが93のフィジカル90ということで、これも同様ですね。終盤、激しい M ならいいけど、前目にちょっとボランチ側に置くなら、ちょっとプレスタの物足りなさ、インターセプト予測もないので、物足りなさを感じるかなと思います。僕はちょっとここはないかなって感じです。で、チェルキーですね。55で、ハンタリ99、94のパス92、ドリブル99で、フィジカルスタミナこんな感じですね。この選手はありかなって気はしますね。もともとトリッカー持ってて俊足のファーストタッチで、TOTS 自体もすごい使用感良かったので、それと比べてどっちが強いかってとこなんですけど、ありかなっていう気はします。はい。ただ、おすすめで言うと、やっぱり、はじめ3人と、マディソンかな、やっぱり。マディソンになってくるかなっていう気はします。で、一応SBC で言うと、やっぱりマディソンが多分今回、どっちかというと、この55にして、テクニカルとパワーシュート持ちにさせるのが、人気っぽいですね。どちらかというと。容赦なしとかはつかないですけど、普通に能力としては強いので、こちらがおすすめにはなってるみたいです。やっぱ55っていうのがやっぱでかいのかなっていう気はしますね。はい。で、チェルキー、そうですね。55にしたいのか、45がいいのかっていうところにはなってくるのかなっては思います。やっぱりどうしてもテクニカル、ファーシュートがいいのか、俊足ファーストタッチがいいのかっていう部分にはなってくるので、中盤とかで使うなら正直テクニカルパワーシュートでもいいのかなっていう気はするので、今回のこの風見のとかでもそうですけど、こっちでもいいのかなっていう気は正直します。はい。中盤からやっぱパワーシュート持ってるのと持ってるので全然違うので、そういった面で言うと、パワーシュート選ぶのも一つなのかなと思うので、はい。ただ今回ので言うとインターセプト予測持ってない選手が多いんで、ちょっと上げ側、チェルキーとかもマディソンもそうですけど、上げ側に使うような選手を選ぶのがいいのかなとは思います。このアルゼンチンの選手もそうですけど。ということでですね、はい、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。一応転売情報として、ディスコードの方を運営してまして、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは、一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。このどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待送ります。で、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、登録後、僕の、X にまた、DM していただけたらそこから招待の方も送りますので、よければお願いします。これざっくりとした、紹介文ですね。こういうのをあげてますよっていう感じのです。その日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、これ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、SBC であったりとか、過去作の TOTY についての、説明であったりとか、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、他にも、リーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、リーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。
で、自分の成功した案件とかもその辺も載せてるんで、自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね、以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のもう結構数多くいただいているので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、だから転売情報だけ欲しいっていう方は、こっちだけを通知音にして、もし質問の方で数が多くて、通知が多くすぎた間っていう方は、こっちは通知オフとかに分けるように2つに分けてて、こっちであれば、例えばプレイの質問であったりも OK ですし、スカットの共有とかですね、スカット相談とか、あと雑談も含めて、あとご質問は、市場転売とか、転売以外っていうのが、先ほど言ったプレイとかになってきます。こういうのもやってますので、転売以外のところも、質問できる環境にはしてます。初心者の方とかも含めてですね、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、僕以外の方もお答えしていただいたりもしているので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。